こんにちは。生活便利グッズハンター亀さんです。今回ご紹介するのは、ニトリさんのセンサー付きディスペンサーピニーホワイトです。商品パッケージは食器用洗剤で使用する様が記載されていますが、私は洗面台で手洗い用に使用しております。それでは、生活便利グッズハンター亀さん、こんなもの使ってみました。チャンネルスタートです。結論から申しますと、必要最低限の機能で、使いやすさ、価格重視で、自動で洗剤が出て手や食器が洗えればいいという、私みたいな人におすすめする商品です。プラス点は安価である。自動で適量の液体洗剤が出る。液体洗剤の噴出量はボタン調節で洗剤の粘度や好みに合わせて5段階に調整できる。シンプル構造で操作、洗剤の補充や洗浄が簡単。乾電池式電源のため充電待ち時間が不要。残量確認が容易。マイナス点は、センサー反応位置が噴出口に近い。センサーが反応しない場合がある。中の洗剤を空にしないと乾電池交換しにくい。防水・防滴仕様ではないこと。以上が使用して私が感じたプラス点、マイナス点です。設置したいスペースに収まるか収まらないか。商品概寸は大事なのです。私の設置スペースはこんな風にぴったり。液だれしても洗剤は洗面台ボールに落ちるという絶妙なフィット感。ニトリさん側の配慮かもしれませんね。パッケージに記載されている 8×13.4×16.2 というサイズ。私調べでは、底部横幅8センチ、本体上部奥行き 13.4 センチ、高さ 16.2 センチになります。記載がなかった本体底部奥行きは約 9.2 センチ、本体上部横幅約 7.1 センチ、本体重量約 352.7 グラム。以上が本体概寸となります。設置スペースの確認時に役立てば幸いです。噴出量は5段階に調整できるということなので、その量を測ってみました。プラスボタンを押すごとに1段階上がり、5段階の噴出量ということですが、プラスボタンを押さない状態を含めると、6パターンの噴出量を計測いたしました。具体的な噴出量を測るには水が最適で、水の密度は約 1g 毎立方センチメートルなので、水 1g が約 1ml となり、水の重さを測ることで、噴出量が何ミリリットルがわかり、プラスボタンを押さない状態を規定値として、1回押すと1段階という具合で計測いたしました。規定値、約 1.4g。噴出量、約 1.4 ミリリットル。1段階、約 3.6 グラム。噴出量、約 3.6 ミリリットル。2段階、約 5.3 グラム。噴出量、約 5.3 ミリリットル。3段階、約 7.2 グラム。噴出量、約 7.2 ミリリットル。4段階、約 8.8 グラム。噴出量、約 8.8 ミリリットル。5段階、約 9.1 グラム。噴出量、約 9.1 ミリリットル。以上が複数回計測した平均値になります。液体洗剤の密度は水に近いので、一般的に 1ml は約 1g とされています。ただし、製品によって若干の違いがあるかもしれませんので、
正確な値を知りたい場合は、製品のラベルやメーカーの情報を確認するのが良いかと思います。ちなみに、厚生労働省によると、手洗い1回のハンドソープ使用量の目安は約 1.0ml です。これは一般のポンプ式ハンドソープで1プッシュした量に相当します。ただし、これはあくまでも目安であり、手の汚れ具合や使用しているハンドソープの種類によって適切な使用量は異なるとのことです。センサーの反応具合はこんな感じになります。いい感じでセンサーが反応、噴出される時もあれば、センサーの反応が鈍い時もあります。液体ハンドソープの液で出るタイプを中身として使用していますが、若干粘性があるのでしょうか、目詰まりを起こします。その時の噴出は悪いです。その場合、液体ハンドソープを使い切り、水で内部洗浄を行います。そのタイミングは、電池交換時や中身を注入する時で、液体ソープの代わりに水道水を注入、噴出することで内部洗浄となります。容量 300ml なのですが、満タンにすると使い切るのに長期間要し、目詰まりの元となりますので、ソープタンク内部に見える黒い部分が見えなくなるまでを水位線の目安とします。また、供給電源が乾電池のため交換が必要となりますが、頻度は定かではありませんが、半年くらいでしょうか。長期にわたり使用できるため忘れがちになりますが、コスパ最高です。防水・防滴機能が付帯していないので要注意です。洗面台で使用していると、水滴が本体につくのは日常茶飯事。その程度なら大丈夫だと思いますが、乾電池ボックスが浸水する、湿度の高いお風呂場等での使用は故障の原因となるので厳禁です。水分に対する耐性が弱い方から並べると、防湿防滴防水となるでしょうか。以上、使っているから言える本音トークでした。プラス点マイナス点はどんな商品にも見られます。全体的にコストパフォーマンスの高い商品と言えるでしょう。まさにお値段以上ニトリってとこでしょうか。この動画を見てよかった、参考になったと思いましたら、高評価とチャンネル登録お願いします。生活便利グッズハンター亀さん、こんなもの使ってみました。でした。では、次回の動画でまたお会いいたしましょう。